こんにちは。今日は V ネックのプルオーバーを作っていきます。V ネックにするのですっきりとして見えます。ゆったりサイズで作っていくので着心地も楽です。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸は、私はこの綿の糸。ただ作り方がとてもシンプルなので、違う糸を使っても大丈夫です。好きな糸を使って作ってみてください。私はこのアップルグリーン、同じシリーズで白もあるので、お好きな色で作ってみてください。この糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%。色はアップルグリーンで 40g、96メートル。使用かぎ針の目安は6号。この糸はしっかりとしていて、太さは1ミリぐらい。この糸を使って編んでいきます。針は10号を使います。あとはかぎ針とマーカーを使います。作り方を説明します。前身ごろと後ろ身ごろ2枚作って、その肩と脇を縫い合わせてプルオーバーの形にします。今回 V ネックにしたいので、途中まで四角を編んで、途中から斜めにして編んでいきます。まずこの部分から作っていきます。後ろ身ごろは同じように作るんですが、もっと高くなるまで編んでいきます。後ろ身ごろは後で説明します。まずこの前身ごろ、まず鎖編みをします。この鎖の長さは横幅になります。お好みで変えても大丈夫です。この鎖の数は8の倍数プラス5。私はだいたい58センチで69、鎖を69編んでスタートしました。編み方を説明します。鎖編みをしていきます。最初の糸足は少し長めに残しておきます。途中からスタートします。私は本体を10号で編んでいくんですが、最初の鎖はゆったりと編みたいので、8ミリで編んでいきます。なければ10号でゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。作りたい長さになるまで鎖を編んで、それを8の倍数プラス5に当てはめます。必要な数だけ鎖を編んできました。次は細編みをしていきます。針を本体を編む方に戻します。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み、裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。かぎ針から1、2、次もこのまま端まで編んでいきます。私はここではサンプルとして小さく作っていきます。端まで来ました。次は2段目。2段目はこの模様を作っていきます。これは玉編み。未完成の長編み2つ。鎖未完成の長編み2つ。ハート型を作ります。まず鎖3つ。1、
2、3。裏返して鎖の根元はこの隣から数えて1つ飛ばして2つ目、ここに未完成の長編み絡めて1、2、この2本から引き抜きます。これが未完成の長編み。もう一度2本から引き抜きます。一度に引き抜いて玉編み1つ、鎖1つ、同じところにもう一度玉編み、2本から引き抜いてもう一度に引き抜いて、これでハート型ができました。足元1つ飛ばして2つ目に長編み1つ、これを繰り返していきます。足元1つ飛ばして2つ目ハート型、鎖1つ、また玉編み、1、2、端まで来ました。これが最後のハート。足元1つ飛ばして2つ目に長編み、これで2段目が終わりました。次は3段目。3段目はこの部分 V を編んでいきます。鎖3つ、3でハートの真ん中に V、同じところ、これで V ができました。長編みの上に長編み、またハートに V、端まで編んでいきます。端まで来ました。これが最後の V。下の鎖の下から3つ目。でこの時上が2本で下は1本。この位置に針を入れて長編み。この2段を繰り返していきます。次はここ。鎖3つ裏返してこの V の真ん中にハートを作ります。鎖また
これでハートができました。ハート、V、ハート。次も同じ。ハート、これを端まで繰り返していきます。で、端までいったら次は V。ここと全く同じようにハートの真ん中に V を作ります。これを繰り返していきます。私はこの長さを23段37センチ、これぐらいの長さにしました。この部分をもっと長くするとプルオーバーの裾までの長さが長くなります。お好みで変更しても大丈夫です。23段まで編んでいきます。23段編んできました。最後は V になっています。長さはちょっと伸ばした状態で測ってだいたい37センチ。次はここに V を作っていきます。表と裏を確認します。この玉編みが表の方が表、こっちを表に決めます。で、表を上にして今右から糸が出ています。で、端から数えて同じ位置にマーカーをつけます。V の数を数えていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9番目。こっちも同じ。1、2、3、4、5、6、7、8、9番目。ここが真ん中の V。この端からこっちまで編んでいきます。編み方は今までと同じです。鎖3つでハート型。このままマーカーの手前まで編んでいきます。この手前まで編んでいきます。中央のマーカーの手前まで来ました。これが最後のハート型。次は高長編みに未完成の長編み。次は V。V に針を入れて未完成の長編み。これを一度に引き抜いて三角ができました。鎖2つ。1、2、裏返してこのハートに針を入れて未完成の長編み。真ん中一度に引き抜いて三角ができました。今引き抜いたところにマーカーをつけます。で、同じところにもう一つ長編み。これで長編み2つ。次から今までと同じ。ハートに V。このまま端まで編んで、ここで折り返して次の段。ここぐらいまで編んでいきます。3段目の終わりまで来ました。この長編みに未完成の長編み。次はこのマーカーをつけたところ、
こに未完成の長編み、一度に引き抜いて三角ができました。鎖2つ裏返します。でハートの真ん中、未完成の長編みで三角、引き抜いたところにマーカーでハートには長編み2つ、ここから今までと同じまた端まで編んでと中央まで編んで繰り返していきます。と斜めの方法はさっきと同じ、ここに三角を作っていきます。でこれを繰り返していきます。で次はこちら側を説明します。でこっち側は表で編んできたので、こっちも表からスタートします。この中央の部位に針を入れて糸を出します。でここからスタートします。三角の編み方はこっちと同じ、逆になるようにします。鎖1、2でこの長編み V と V の間に未完成の長編みで、ここにマーカーをつけて、でここに今までと同じ V の上にハートで、このままハートを編んで端まで編んだらまた中央に戻ってきます。2段目の終わりまで来ました。これが中央につけたマーカー、これは最後の V、 長編みの上に長編み、これは今までと同じ。次はハートに長編み1つ、次は未完成の長編み、ここに針を入れて未完成の長編み、次はこの引き抜いたところ、ここに未完成の長編み、これで未完成の長編み2つ、一度に引き抜いて三角ができました。鎖2つ1、2裏返します。この長編みの上に未完成の長編み、これで鎖2つと未完成の長編み、一度に引き抜いて三角ができました。マーカーをつけておきます。でここから同じです。 V にハート型、ハートを編んで端まで編んでいきます。でまた次の段、これを繰り返していきます。4段目の端まで来ました。下のハートに長編み1つ、次は未完成の長編み、引き抜いたところにも未完成の長編み、一度に引き抜いて三角ができました。また同じように編んでいきます。鎖2つ、長編みの上、引き抜いたところにマーカ
でこれ以降は同じです。ハート、また端まで、これを繰り返していきます。この斜めの部分を20センチ編んできました。段数は11段。最後は細編みになっています。V の後に細編み。下と同じ模様を、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10段目は V。次に細編みを編んでいきます。これは好みやサイズによって変わってきます。細編みをするので、鎖1つ、根元に細編み、次は V、 真ん中 V、 長編みの上 V、 で端まで来ました。この長編みの上と最後はこの引き抜いた糸、マーカーをつけています。これが最後の細編みで、糸を切ります。この長さはここの3倍から4倍。1、2、3、4。これぐらい残して鎖1つと引き締めます。これで両方の部位ができました。次は後ろ身ごろを説明します。次は後ろ身ごろを作ります。前身ごろの時と同じように鎖を編んでスタートします。前は鎖69、後ろも同じように鎖69、だいたい58センチ。同じ幅になります。鎖を69編んで細編み、同じ模様編みをしていきます。この段数は32段、だいたい55センチ。ここまで編んだら、この部分少しだけ模様編みを続けます。で、この幅はこの幅、こっちが前身ごろ。この部分を数えると、この模様が1、2、3、4、細編みを数えると15。こっちと同じ数残るようにします。こっちから数えて、2、4、6、8と、2、4、5。ここまで。ここでストップして、同じように V を編んでいきます。こっちも同じ。ここと同じ細編みの数。で、糸が出ている方から続けて編んでいきます。こっちも。で、次は V を編んでいきます。今までと同じように鎖3つ、1、2、3、裏返します。V、
これが最後の部位。次はこの長編みの上。で、最後はこのハートの真ん中に長編み2つ。1、2、最後は細編みを1段編んで終わりです。鎖1つ裏返します。鎖の根元に細編み。次はここ。これが2つ目の細編み。で、長編みの上。次は V。真ん中。V。長編みの上。V。真ん中。最後は鎖。1、2、3。これが最後の細編み。ここで数を数えてみます。2、4、6、と、2、4、5、15。前と同じ数になりました。ここで糸を切ります。この糸で後で肩を縫い合わせるので、また1、2、3倍か4倍ぐらい残して切ってで、両方が出来上がったら、もう片方も同じように V を編んで、次に細編み1段。で、これと同じように編んでいきます。最後は V と細編み1段。で、全部で57センチぐらい。次は今編んだところを縫い合わせます。ここが肩になります。今、比べると裾は同じ長さになっています。端から縫い合わせます。内側を表にします。こっちは裏、こっちも裏。角と角を合わせます。今、手前から糸が出ています。手前の端の細編みはここ。向こうはここ。このまま向こう。2本の糸の下。手前に戻って2本の糸の下。向こうも同じところ。これでつながりました。で、次から一つずつ。2本の糸の下。次もこっち。確認しながら糸の緩みの強さを確認します。このまま端まで縫っていきます。端まで来ました。これが最後の細編み。向こうもここが最後の細編み。で、
同じところにもう一度ここに糸端があるので、ここと結んでおきます。で、あとはこの糸端を隠します。一旦結んでいるので、簡単に隠していきます。で、反対側も同じように縫い合わせます。で、次は脇を縫っていきます。こっちは袖ぐりになる方。ここは脇の下になるところ。裾からマーカーのところまで縫い合わせます。マーカーをつけます。で、肩からだいたい25センチ。ハートの数を数えると、1、2、3、4、5、6。次の V と7個目のハートの間。ここにマーカーをつけました。これは好みによって変えても大丈夫です。実際に頭を通してみて、あまり開いて好みでなかったら短くします。裾から縫っていきます。で、糸が残っていたらこれを使います。で、向こうから糸が出ています。手前のこの細編みの2本の糸の下、向こうはここ、もう一度同じところ、この端、向こうも2本の糸の下、この糸を引き締めてからでつながりました。次はこの細編みの中、向こうも細編み、次から長編みになります。この長編みに2回ぐらい、次も2回、これでずれないように縫っていきます。目立たないように大体で大丈夫です。で、緩みを確認しながら縫っていきます。次はここ。ずれないようにマーカーやクリップで留めていくとやりやすいと思います。マーカーのところまで縫っていきます。マーカーのところまで来ました。マーカーのところには2回針を入れます。もう一度しっかりとさせます。あとはほどけないように隠します。
反対側も同じように縫い合わせます。次は襟ぐりを編んでいきます。今、表が上の状態です。スタートするのは、この中央の V、マーカーがついています。ここからスタートします。V に針を入れて、新しい糸、1回だけ結んでおきます。V に細編みをします。鎖1つ、細編み。これが1つ目の細編み。マーカーをつけておきます。次は鎖1つ。1。次の三角。ここに細編みをします。細編み、鎖1つ、細編み。次は鎖2つ。1、2。次の三角。細編み。鎖2つ。三角。鎖2つ。三角。ここだけ鎖1つ。次は2つ。と編んでいきます。ここまで編んでいきます。真ん中からスタートして、肩の縫い合わせたところまで来ました。ここに細編みを編んで、次はこの肩の縫い合わせたところ。ここも鎖2つ。で、縫い合わせた真ん中ぐらい。細編み。次から鎖3つ。1、2、3。1、2、3。次のこのハート型。ハートの真ん中に細編み。こんな形になります。次また鎖3つ。3。ハートの真ん中。細編み。これで細編み。鎖3つ。細編み。1、2、3。で、ハート。1、2、3。これで反対側の付け根の手前まで編んでいきます。反対側の肩の手前まで来ました。これは角のハート。ハートとハートの間は鎖3つ。1、2、3。ハートに細編み。で、次はこの縫い合わせたところ。ここも鎖3つ。1、2、3。この縫い合わせたところ。入れやすいところに入れていきます。細編み。次からまたこの前身ごろ。ここからは鎖2つ。1、2。で、斜め。1、2。で、斜め。1、2。これで中央まで編んでいきます。一周編んできました。これが最後の三角。最後の三角にも鎖2つと細編み。これは1つ目の細編み。このまま1つ目の細編みに引き抜きます。これでつながりました。こんな
形になっています。で、あとは針で始末します。で、これを裏に出して、ここに糸端があるので、これと結んでおきます。で、あとはほどけないように隠します。こっちも。次は袖ぐりを編んでいきます。次は袖ぐりを編んでいきます。スタートするのはこの脇を縫い合わせたところ、ここからスタートします。この縫い合わせたところの針を入れやすいところ、新しい糸で同じところ糸を出して鎖一つ、細編み、これが一つ目。一つ目にマーカーで、次はこの段の次、この隣、ここに細編み、すぐ細編み、細編み、細編み、次から鎖2つ、1、2で、次の鎖1、2、1、2、1、2、このまま同じように編んでいきます。で、ここは肩の部分、ここに細編み、次はここ、次はここ、鎖2つで同じように編んでいきます。1周編んできました。ここが最後の細編み。今までと同じように鎖2つ、最後の細編み。次は最初の細編みに引き抜きます。このまま引き抜いて鎖1つと、で、あとは裏に糸端を隠します。で、これでここで結んでおくと糸始末が楽になります。で、それぞれを隠します。最後は裾を編んでいきます。最後は裾にさっきと同じように飾り編みをします。今表が上になっています。表を上にしたまま目立たないところからスタートします。この脇からスタートします。編み方は同じです。同じところに針を入れて細編みをします。鎖1つ、細編み、これが1つ目。次は鎖3つ、1、2、3、足元2つ飛ばして3つ目に細編み、こんな感じで1、2、3、1、
123 123 123これで一周します。でもし数が合わなかったら目立たないところで調整します。最後に一つ目の細編みに引き抜いて、さっきと同じように糸始末をします。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。襟ぐりは広めにしました。とてもすっきりとしています。これが袖ぐり。これも広めにしました。お好みによってもう少し狭くしてもいいかと思います。とても可愛く出来上がりました。サイズを測りました。上から下まで58、横幅も58、袖ぐりは25、肩は13、襟ぐりは32の24。使った糸の重さは 230g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。